皆さん、こんにちは。今日は特別な冒険物語で盛り上がりましょう。ドラゴン転生神々の神託と新世界の前半をお届けします。この物語は AI によって作成され、最初の指示以外、人間による編集はしていません。ドランが人間からドラゴンに転生するところから、神々の神託を受ける運命になるまで、ドキドキの冒険が始まるよ。タイトル、ドラゴン転生神々の神託と新世界。序章神々の遺産。空は紫に散りばめられた夜空、ガルーシャ大陸の果てに広がる神秘的なフィールドを照らし出していた。この場所はかつて神々が歩んだ土地であり、彼らの神託が未だに高くそびえ立つ山々や深い森、そして古い神殿に息づいている。科学では解明できないほどの奇跡と魔法が溶け込んでいるこの世界は、多くの種族と文化、そして無限の可能性に満ちていた。ここで一人の青年、ゾランが目覚める。彼は人間であったが、目を開けた瞬間にその体は金色に光る巨大なドラゴンに変貌した。その瞳は天と地を見通すかのような青さであり、背中には炎をまとった翼が広がっていた。彼はかつて人間であったが、神々の意志で新たなる存在、すなわちドラゴンへと転生したのである。一方、リーナという名の少女もまた、この世界に生きていた。彼女は奴隷として、厳しい運命を強いられている。紫色の瞳と銀の髪、貧しいながらも美しい外見に反して、彼女は冒険者たちに飼われ、何も知らないまま短い一生を送る運命にあった。ゾラン、目覚めたか？そう語るは一匹の狐。その名もアルマ、神々の神託を運ぶ使者である。彼はゾランの転生と共に現れた。目覚めたというか、転生したという方が適しているだろう、アルマ。だが、なぜ私がドラゴンに？君が持つべき力、それは終焉の炎だ。君はこの大陸の運命を変える鍵となる存在だ。だが、その前に、アルマの言葉は途中で止まり、遠くに目を向ける。その視線の先には、リーナが冒険者たちに捨てられている場面があった。見ているか、ゾラン。彼女もまた、運命に翻弄されている。だが、君とは違って、彼女には選択の余地がない。だが君ならば？ゾランはその言葉を聞きながら、新たな翼で空に舞い上がった。炎をまとい、闇を破る。その目的地は、リーナと運命が交錯する瞬間であった。この出会いが二人の運命、そしてガルーシャ大陸全体の運命を大きく変えることになるのだが、そのことはまだ誰も知らない。ただ、神々の遺産が密かに動き始めたことだけは確かである。第一章捨てられた命、救われた命。ゾランは翼を広げ、夜空を舞い続けた。星々が降るように見える高度で、下界の混乱は遠く小さく感じられた。しかし、その小さな混乱が彼自身に大きな影を落としていることに、ゾランはすでに気づいていた。終焉の炎を使えというのか、アルマ。その力が未だに理解できていないが、理解する前に行動せねば、何も始まらない。君がその力を持つのは、運命がそう織りなしたからだ。アルマの言葉は哲学的な重みを持ち、一つ一つが大きな意味を含んでいるように感じた。ゾランは瞳を閉じ、炎の力を心の中で感じ取った。その瞬間、何かが解放される感覚に襲われた。彼の前方に見えていたのは、リーナが冒険者に捨てられている場面だった。いざ、行け、アルマの声を聞き、ゾランは翼に力を注ぎ、急降下を開始した。その光景は、降る星そのもののようだ。彼はリーナの前に着地し、その金色の眼差しで冒険者たちを見つめた。お前たちは何をしている？この少女に何の罪があるというのか？冒険者たちは驚きと恐れで声を失い、その場を逃げ出した。ゾランはリーナに近づき、優しく触れた。大丈夫か、少女よ。リーナは最初は恐れていたが、ゾランの目に何かを感じ、少しずつ心を開いた。誰なんですか、あなたは？僕はゾラン。君を救ったのは僕だ。だが、僕自身もまだこの世界と自分が何者であるのかを探している。私はリーナ、奴隷です。
でも、なぜ私を助けてくれたんですか？君を助けた理由はまだはっきりしていない。ただ、僕と君、どちらもこの大陸で何か大きなことをなすべく生まれてきたような気がしてならないんだ。リーナはその言葉に何かを感じ取り、初めて希望の光を見た。もしかしたら、私たちは何か特別な運命につながっているのかもしれませんね。その可能性は高い。だが、その前に、その時、ゾランとリーナの前に数人の冒険者が突如として現れた。しかし、この冒険者たちは先ほどの者たちとは違い、凶暴な目つきで二人を見つめていた。これからどうなるのかは、神々の遺産が教えてくれるだろう。だが、僕たちがどう生きるかは、僕たち自身で選べる。その言葉とともに、ゾランは終焉の炎を解放し、冒険者たちに向かっていった。第二章解放と成長。ゾランの終焉の炎は、その名の通り壮絶な力を持っていた。一瞬のうちに冒険者たちを飲み込み、夜空を黄色に染め上げた。しかし、その炎はリーナに対しては優しく、彼女を傷つけることなく冒険者たちをどけた。これが、あなたの力なんですね。リーナは驚きと感嘆で目を輝かせた。そうだ、でもこの力には代償がある。どんな力も無償ではない。ゾランの言葉は一つ一つが石に刻まれたような重みを持っていた。君は奴隷から解放されたいのか？解放されたい、ですか？私にその選択があるというのですか？リーナの瞳には疑念と希望が交錯した。ゾランは優しく微笑んだ。解放は自由の一形態だが、自由には責任が伴う。だからこそ、君がその責任を背負いたいかどうか選ぶ必要がある。責任を背負う自由なら、望みます。リーナの答えは即座であり、そして断固としていた。それならば、君を解放しよう。ゾランの手から放たれたかすかな光は、リーナの体に触れ、奴隷の印を消し去った。リーナの表情は、解放された喜びでいっぱいだった。しかし、私たちが直面しているのは、この大陸のあまたの矛盾と問題です。社会には不正と格差が溢れています。その問題を解決するために力を合わせるというのはどうだろう。ゾランの提案にリーナは目を輝かせた。私もその意思があります。しかし、その前に私たちが乗り越えなくてはならない壁があります。その時、影から現れたのは、新たな一団の冒険者たちだった。この一団は先ほどの冒険者とは異なり、より凶暴で、明らかに殺意を含んでいた。君が誰であれ、何の目的であれ、我々はそれを許さない。一団のリーダーが言い放ったその言葉は、ただの脅しではなく、ゾランとリーナに対する明確な敵意となって立ちはだかった。ならば、君たちが何者であるのか、それもまた我々が解明する。ゾランは終焉の炎を再び解放し、リーナも新たな自由に背負った責任を感じながら、その力を試そうと心に決めた。これからの戦いが、我々の成長と解放につながるのだろう。ゾランとリーナは共に戦いに挑む覚悟を固めた。第三章運命の交差点。空気は静まり返っていた。ゾランの終焉の炎が冒険者たちを焼き払い、唯一の証拠は燃え尽きた土と煙だけが残されていた。リーナの感情は複雑で、解放された喜びと、未だに厳しい現実によって緊張感が残っていた。この戦いから何を学んだ？ゾランの質問は突如として彼女の心の中に突き刺さった。私は、自由とはただ与えられるものではなく、勇気で手に入れなければならないと学びました。リーナの目には新たな炎が灯っていた。ゾランは満足げな微笑みを浮かべた。では、次に向かうべき場所は、ダンジョンです。新たな力を試す最も適した場所ではないでしょうか？リーナの提案にゾランはうなずいた。君の成長を試すには、確かにダンジョンが良い選択だ。しかしこれは試練でもある。君は真剣に、そして勇気を持って向き合わなければならない。私は勇気を持っています。だから、どんな試練でも乗り越えるつもりです。リーナの言葉はごとく、その後二人はダンジョンへと足を運んだ。冒険者たちが溢れるその地下迷宮では、
危険とオポチュニティが共存する。ゾランとリーナは敵と対峙した。それは、先ほどの冒険者とは一線を画す、暗躍する新たな勢力の一派だった。なぜ、我々をやめようとするのか。ゾランの問いかけに、一人の敵が答えた。君たちの存在が、我々の計画にとって脅威であるからだ。その言葉にゾランとリーナは、計画とは何か、そしてその背後に何があるのかを深く考えた。君たちの計画が何であれ、それが正しくなければ、我々は立ち向かう。リーナの言葉に敵は苦笑いを浮かべた。正義とは何か？君たちが考える正義が、すべての人にとっての正義とは限らない。しかし、正義が相対的だとしても、各人がその正義に従って行動することが重要ではないか。ゾランの言葉は哲学的な深みを持っており、敵もまた少し考え込んでいた。この戦いが、正義とは何か、自由とは何かを我々に教えるのだろう。ゾランの剣は空気を裂き、リーナもまた新たに手に入れた魔法で攻撃を開始した。緊迫した瞬間が続き、最終的にはゾランとリーナが勝利を収めた。君と戦い、多くを学んだ。リーナはゾランに感謝の意を示し、ゾランもまた同じ気持ちでいた。これから先、どんな困難が待ち受けていても、私たちはそれを乗り越える。リーナの言葉に、ゾランは微笑んだ。確かに、これはただの始まりに過ぎない。第4章隠された力と新しい仲間。ゾランとリーナはダンジョンの出口に立ち、無数の星が夜空で輝く壮観な光景に目を細めた。この神秘的な瞬間には一抹の幸福感が漂っていたが、その美しい夜空は新たな試練とも言える第一の信託試練への前触れであった。次の目的地は決まったのか？リーナの問いに、ゾランはしばらく考えた後で答えた。第一の信託試練に向かうべきだ。しかし、その前に新たな仲間を見つけることが重要だと思う。新たな仲間、ですか？そこへ突如として新たな存在が加わった。目の前に現れたのは、若々しい少年で名前はキラ。彼の顔は無邪気で、明るい笑顔が魅力的だったが、その行動は天然ボケとも言える独自の世界観を持っていた。こんにちは、僕はキラだよ、何してるの？リーナは少し驚いていたが、ゾランは何事もなかったかのように答えた。君が求めているものは何か？キラの答えは予想外だった。僕はね、新しい友達を探してるんだ。そうすれば、きっと何か面白いことが起こるよ。ゾランはリーナに目配せをした。どうだろう、彼を仲間にしてみるか？リーナは疑問に思いながらも答えた。彼が持つその明るさと自由さは、我々に新たな視点をもたらすかもしれません。そうだよね、僕もそのように感じる。ゾランの言葉に、キラは満面の笑みで答えた。友達になろう。こうして、3人は新たな力を探求し、第一の信託試練に挑むこととなった。しかし、この試練が3人に何をもたらすのか、その先にある運命はまだ誰にもわからなかった。君たちは何を求めているの？キラの哲学的な問いかけに、ゾランとリーナは深く考え込んだ。私たちは真実を求めています。そして、その真実が何であれ、我々はその道を進むつもりです。ああ、面白い。真実ってね、宇宙の果てにあるかもしれないし、僕たちの心の中にあるかもしれないよ。この哲学的かつ奇妙な会話を繰り広げながら、3人は信託試練への第一歩を踏み出した。第5章試練と報復。ダンジョンのさらなる奥地へと進む3人。その瞳に映るのは、過去と未来、そして独特の哲学を持つキラによってもたらされる新しい視界だった。信託試練の入り口に立つと、空気が一変する。神秘的なルーンが壁に刻まれ、緊迫した雰囲気に包まれた。これが信託試練の入り口か？リーナの声は少し震えていた。どうだ、不安になるか？ゾランの問いに、リーナは深くうなずいた。不安というよりも、何が待ち受けているのか考えると、ワクワクしてしまいます。それが良い。期待と不安、この両方が未来を作る。ゾランの哲学的な言葉に、キラは独自の見解を加えた。
未来ってさ、大きなキャンバスにちょっとずつ色を足していくようなものだよ。最後に何が書かれるのかは、僕たちの手にかかっているんだ。3人がその場に留まっていると、突如としてダンジョンの入り口が開いた。信託試練が始まる。さて、始めようか。ゾランが率先して進むと、リーナとキラも後に続いた。途中で待ち受けていたのは、リーナのかつての冒険者パーティーのメンバーたちだった。顔を見た瞬間、リーナの目に怒りと復讐の炎が燃え上がる。あれは、リーナのかつての仲間か。はい、今から彼らに報酬するつもりです。復讐か、重い言葉だが、その感情が君をどれだけ強くさせるか、見ものだ。リーナは剣を抜き、かつての仲間に突進する。驚いた彼らは逆らう暇もなく、リーナの新たな力で一瞬にして打ち倒された。どうだ、これが私の新たな力だ。元のパーティーメンバーたちは恐怖と驚愕で言葉を失った。リーナは剣を鞘に戻し、ゾランとキラに戻ってきた。やり遂げた感じがするね。キラが笑顔で言うと、リーナも少し笑った。そうです。これで一つ、重い荷物が下りました。復讐が完了すると、人はどれだけ軽くなるのだろう。重さと軽さ、どちらも我々の心に必要なバランスだ。ゾランの深い言葉に、リーナは感慨深くうなずいた。この後も試練は続くが、その一瞬一瞬が3人の心に新たな影を投げかけていた。前半はいかがでしたか？ゾランとリーナの冒険はこれからが本番。次回の後半では、2人が新世界の扉を開く壮絶な戦いを繰り広げます。感動とサスペンスが待ってるよ。ぜひ、チャンネル登録と高評価をお願いします。